骨が出てる左側のえぐれているところ、来ない？ちょっとびっくり。くそ、ちょっと一旦上がって考えよう。違うな、どうしようかな。悔しい。これね、多分ね X9 じゃないと取れなかったと思う。当たらねえな。終了です。悔しい。まあしょうがない。明日頑張ろう。朝一のタックルどっちにしようかな。今悩んでる。ボルトにするかバンズにするか。とりあえずセオリー通り波がないのでリップレスミノーからいきましょう。 X8 の1号 X8 の1号にリーダーがステルスサスペンドショックリーダーの14ポンドかな。これでスタートします。まずナイロンなんだけど沈むというか水なじみが良い。通常のナイロンから比べれば沈んでくれるっていう特殊な糸なんだけど、特殊なコーティングがしてある糸なんだけど、もちろんナイロンの特性も生かして伸びる。でもなんとなくね、感度も悪くはないし、まず水なじみがいいよね。水なじみがいいってことはルアーが潜ろうとする力に対してラインがどんどん入ってってくれるから深度もちゃんと稼げるし、ルアーのなんて言ったらいいんだよな、いいところが引き出せるようなそんなラインで、ステルスっていう名前のごとくね、魚からは見えづらい。水中の中だと本当全然上から見ても見えないし、下から見ても見えない、そんな不思議なラインです。色がねステルスグレーだっけ、なんかグレーっぽくなっててね、すごいなんか空に馴染むようなそんな感じなね色になってる。僕はもう朝はだいたいナイロンかな。このプラグで釣りをするにしてもスプーンで本マスとか表層で狙うにしてもほぼ 100% ナイロンかな。基本膜釣り全般にナイロンを使う。あとはね、渓流でも本流中流でも僕はほとんどっていうか 100% ナイロン。朝一以外ボトムで例えばデジ巻きとかする時もすごい活性が高いような時はナイロン使う時がある。すごいいいバイトが連発しててなんかフロロだと弾いちゃうような感じとか、そういう時はナイロン使う。あとはね、なんていうの、そこでずっと這わせてたい、ラインまで全部沈めちゃってそこを這わしたい時にはそのステルスサスペンドを使う。浸水性が高いし、ラインが水の中で色に溶け込んで魚から発見しづらい。
それなんでそれを使う時がある。スプーンに変えます。この、スプーニングやるのにナイロンリーダーからフローリーダーに変える。これかな。これだ。ここにね、スペアスプールにちょっと違うラインとかリーダーを入れとくとね、臨機応変に使えるからね、重宝してます。で、これでいこう。よし。7719g。来ない？ちょっとびっくり。マジか。くそ。残念。やっと触ったね。うん。くそ。魚が小さいのかな。
はい、来ました。もうそんな大きくないね。うん。そこちょっと浅いんで気をつけないと。小さいけど一応ネットに入れましょう。よいしょ。なるほどね。乗れちゃうか。よいしょ。いやー、長かった。とりあえず釣れました。何回かね、当たりがやっぱ出てて合わせられずにいたんだけど、ちょっと送り込むっていうか少し待って小さい当たりが取れました。いや、とりあえず良かったです。いやー、よかった。小さいけど超嬉しい。いいよね。あんだけ当たり出ててやっぱり合わせらんないね。こう結果釣れたサイズじゃない良さがある気がします、今のなんかこう。これね、多分ね X9 じゃないと取れなかったと思う。あの辺り直線感度やっぱりもう違和感最初にあったから、それがだから感じられるラインのおかげだと思います。これは嬉しいな。よいしょ。いや、ありがとう。釣れる前にね、やっぱ触りが結構出てたのね。でその触りにアジャストしていくのにちょっと角度を少しだけ変えて、上げ上げ軌道を少しだけ左側にずらして、深いところ、カウントで言っちゃったら34秒で当たってたところを38秒のところまでずらしてあげて、で魚を上に向かせるようにちょっと上げ上げ軌道にしてみて、で当たりがやっぱり出たんだけど、もうその前のねショートバイトが取れなかったんで、本当たりが出るのをもう待ってられなくって、で何回か合わせちゃったりしたんだけど、釣れた時はやっぱりもうここで来るっていう確信があったんで、もう食わせの前にもうかけちゃいました。でやっぱりそれもね、もうタックルのおかげで X9 の直線感度かなり大きいでかかってるんで、それが分かるか分からないかって多分9だったから、 X9 の S スペックだったから、その小さいバイトも取れて釣れた一匹だと思います。その前にかけちゃったのはどういう感覚で何をやったんですか？例えばそのスライド系でやると225で5で本あたりを待つような、例えば225の2で触っちゃったりかかっちゃったりする時があるじゃん。それを防ぐのにちゃんといい当たり、コンっていう当たりを合わせないで、もうドンっていう当たりだけを待ってたの。だけどそれがそのドンの当たりがその釣れる2頭ぐらい前だったかな、コンしかなかったの。で多分俺魚ちっちゃいのかなって言った覚えがあるんだけど、多分こいつかどうかは分からないけど、その小さい当たりを本当たりに持ってくと多分かけられないと思ったの。なんで次当たった時はもう小さい当たりでもかけちゃおうって思ったの。なんでちょっとだけなんて言ったらいいんだろうな、針の位置を少しだけ考えて、ルアーを上げてきたっていう感じ。針の位置を少しだけ考えてる。そう、針がスライド系ってここに落ちてく時にさ、針がこうなるじゃん。こうくる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 ってなるじゃん、上になるじゃん。それが下からこうに食ってるのね、多分ショートバイトって。本当はだから225で食わせたいんだけど、5のロングスライドで要は魚が追ってきてスライドしたところをこういう風にして食わせたいの。だけどそれができなかったから、2回チャレンジして2回ともできなかったんで、225の22で多分かかってると思うんだ。その時に少しだけ巻いてるの。ショートバイトの時に少しだけルアー手前に上げちゃって、針の位置が多分こういう状態だったと思う。こうじゃなくてこういう状態で、後ろから下から食い上げてきたんで多分かかったんだと思うんだ。でかかりもそんな良くなかったじゃん。でも本当だから紙一重だったと思うんだけど、それってだから多分この X9 の直線感度のおかげで釣れた一匹だと俺は思う。その釣り、スライド系だけじゃなくてやっぱりそのプラグでも何でも針の位置ってすごい大切だから、分かるんですけど、針の位置までコントロールするっていう意識でルアーを動かしてる。
俺の中ではそれは基本だから。例えばそのボトムのねデジ巻きじゃないけどさ、デジ巻きの時とバンプの時でラインの処理の仕方が違うじゃん。それこそ本当針に置いてある位置をちゃんと考えてやらないと、後ろからついばんできたやつに針が前にあったらかかんないし、カップの中に入ったらかかんないから、それをだからコントロールしながら。相当遠投してたと思うんですよ。はい、相当遠投してました。なんかいつもの普通の225じゃなかったというか、だいぶやってる範囲は狭いんだなって。その通り、その通り。要するに何をやってたのか。だからブレイクのトップで食わせようとしてたのね。ブレイクのトップ。要は尾根が出てるから。尾根をやってた。尾根やってた。こういうふうに尾根があるとするじゃん。こっち側から投げてる、角度的にはこうだよね。投げて要はここの位置、多分魚ってここのショルダーのトップに多分いると思うんだ。多分ここがフィーディングレーンだと思う。一番浅いところが。俺のカウントに22秒ぐらいしかいかないから。でそこで38秒ぐらいまで落ちるってことは、そこで6メートルから8メートルぐらいの差があるわけじゃん。そこの範囲の中、上げ切ると当たらなかったの。上げ切って当たった時は、一番最初に当たった時が一番当たりが悪かった。弱かった。だから多分魚また戻ってると思うんだ、こっちに。だからここに入れてやって、ここの短い距離、ルアーの移動させる距離を225だけど、ちょっと間隔を長くして長くルアーを見せているような感じで釣ってた。とはいえだいぶ飛ばしてましたよね。それってだから結局だから9だからできることなの。9の S スペック確保がしてあるから、やっぱりキャストビリティも上がるし、距離も出るし。今の N のポーズしてもらっていいですか。N のポーズ。そうです。安倍さんの立ち位置。ここ。そうですよね。マックス連投した時。ここ。そうですよね。上げてくる。上げてくる。すごい引っ張っちゃいそうだから結構ロット上げてたでしょ、最初から。だけど S スペ確保してあるからさ、フリーホールドとしてさ、ラインの軌道をさ、ここに落ちてってこのぐらいの状態じゃん。だから浮力があるからできること。糸が浮くから。そう糸が浮くからできること。糸が浮かなかったらそれできないよね。これを例えばちょっと自社製品で申し訳ないけど、例えば X8 でやれって言っても無理だよね。浮いてこないよね。それってだからその使い分け。そうだからもう投げた半分ぐらいはもう回収だよね。やっぱ手前に来るに従って引っかかっちゃうから、それはだからもうほんと回収。ラインが出てれば出てるほど浮くじゃん。太ければ太いほど浮くじゃん。手前に来れば来るほど沈むじゃん。揚力なくなるわけだからさ、それをコントロールする。15。もう一つだから、これの上の93じゃなくて95にして 1.25 でやった方のがもっと楽だったかもしれない。そう。別に選択肢としてはありです。あった、あり。前にも言ったと思うんだけど、山川来て1号ってあんまり正直俺使わないの。1.25 をメインで使う。なんとなく。ちょっと待って、いきなりロジカルじゃなくなってなんとなく。なんとなく。で、最後にもう一個。2なんですけど、当たりが出始める前の話だけど、安倍さんにしてはローテーションしないんだなと思って。もっとすぐ帰るイメージがあるけど。ローライトだから。でも最近のローライトはそれ一択みたいな感じなんですか。これ、聞かれたくないのは分かってるんですよ。あんまり聞かれたくないのは分かってるんですけど、色変えたりしないんだなって私は思ったんですよ。なんかすごいその色にこだわるんだな。こだわってるっていうか、やっぱりその年々によってかな、当たりが出る出ないがやっぱりすごい激しいのね。なんかやっぱ人もいっぱい入ってるし、新しい色を作っても釣れない色のが多いの。10個作って俺の中で9個釣れないから、それがだから去年一昨年ぐらいからちょっと作り始めて、でほぼほぼこれは完成形になってきた。ローライトだったら俺の中では最近間違いないかなって。いろいろなギミック入ってるし、裏がなんか UV って裏 UV 入れてる。私はまだ発売しないですね。多分3年ぐらい発売してねえんじゃねえの。出しちゃうと釣れちゃうから、
さんが出し惜しみしてるってことでしょ。そうそうね、やっぱり釣れるんだけどもうちょっと煮詰めたいの。うん。なるほもうこれでだから去年から本当もう何十本で釣ってるけど、それでもやっぱりその1本2本からの釣れるのスタートじゃん。その時とはやっぱちょっとだんだん違う変わってきてて、2号機だっけな、これが2号機ぐらいかな。でも3号機4号機までできてるから、あと56投して当たり出なかったら変えてた。ど。うん。あ、指嫌ってんだなと思って。でもあんだけ当たりが連発してるってことはもう完全に合ってるわけじゃん。はいはい。うん。で本当はその時にテストだったらこれとだからその4号機3号機を入れたかったわけ。なるほど。もっといい当たりになるかもしれないじゃん。うん。だけどそんなことできるのもさ、もう当たりもだから出せるそのタックルがまずないとダメじゃん。うん。移動します。ノーザンシュリンプ779。あんまこっち水よくねえな。今何時？8時過ぎ？9、10、11、3時間か。しゃあ。よっしゃ。ふう。これは本当にいいかかり方。なんとなくね、追ってたのが分かった。水流抵抗変わったなと思って止めて待ってたんだけど、何にもなかった。で、スッてなんかテンション抜けたような感じだったの。じゃあ合わせたら、やっぱりそうだった。深度があるところなんで、少しだけ深度を抑えるように、岸と平行までいかないけど、まあ70度ぐらいで打ってって。2セット目最後だね。やっぱこの緑になってる、そのもう一個下のところについてるね、魚がね。ちょうどこの見えるかな、ここブレイク。ここでいつも食うのね。だけどもう見えてるから、さっきちょっとレイクも行ったり来たりしてたんだけど、もう一個先のこの白茶色から向こう側の緑のところのブレイクカクンと落ちてるんだけど、その壁沿いになんか魚がいるかなとは思ったんだけど、ちょっとなんとかやっていなかったので、ちょっと大きめに投げて、そんなカウント35ぐらいだから20メーターいくかいかないかぐらいのところからちょっと上げてきて、2セット目壁に対して45度ぐらいのルアー入れる角度、90度じゃなくて45度ぐらいで入れといて、で2セット目で
多分そこから上げてきた時にちょっとなんか違和感を覚えたんで、その後来るかなと思って構えてたら、もうほんと軽くコンと入ったのにすぐバッて合わせて、一応そんな感じでした。で色もね、朝釣れた色から今度ちょっと地味めなこういう色にしたんだけど、これもだから一応考えとしては、ちょっと沖から魚が壁際を見てる時に茶色が少し同化するかなと思って、同化してる中にキラキラするこのシルバーと蛍光オレンジがコントラストで魚にはアピールできるかなと思って、ただアピールしすぎるとあんまり良くないのかなと思って、こういう色にして、一応作戦通りかなって感じかな。で当たりが出る前になんかね、違和感が本当あったのが、なんかラインがフッてなるような感じがしたんで、その後だから身構えるというか、当たりが出るのを待って、でも本当コンカーンって感じで合わせて釣れました。これもだから X9 の直線ガンダのおかげかなとはちょっと思います。いいかな、行っちゃって。タックルはね、93H で PEX9 の S スペック1号、リーダーがフロロの14ポンド MT です。7719、ノーザンシュリンプ。ノーザンシュリンプからのちょっとターンオーバーしてるのか、ちょっとそこだけ濁ってるかもしれないんで、24ゴールド赤金。コールが少ない時はもうこういう塗りの金。24ゴールド赤金からの6716ノーザンシュリンプ。さっきは7719、今度6716。単純にシルエットをちょっとちっちゃくしてみた。なんか魚っ気はあるような気がするんだよな。ルアー変えます。何するかね。違うな、どうしようかな。何でしょう。さあ何色でしょう。ファイナルアンサー、ノーザンシュリンプ7719。はい北のザリガニ、内田ザリガニをモチーフにしたの。そう、もともとノア G で色のサンプルテストしてる時に、北海道の手塩川のドリフトボートのガイドさん乗ることがあって、でその時に内田ザリガニの色が釣れるんだよって話を聞いてて、で次の年に作って持ってったの。そしたらめちゃくちゃ釣れたの。ここでノア G で作ってサンプルで使ってる時に88も取ったし、でやっぱ釣れるんで MT でテストしたらやっぱすんごい釣れたのね。なんで製品化した。そのボトムをついばんで吉登りを食ってるやつが5月の終わりぐらいになると産卵するらしいのね。俺もよく詳しく分かんないけど、でそれのちっちゃい魚、稚魚が5月の後半ぐらいに中層に出てくるの。そいつを荒食いする個体がすごいいっぱいいるから、中層ですごい、だから逆にこれが釣れんの、ノーザンシュリンプが。去年の2025年の後半はね、もうほんとノーザンシュリンプ中層一択。ただね、ほんと中層の釣りって5の3でずっと上げてくればいいの。どこかで食うから。深
深く考えすぎみんな。うん、その通り。どこの中層を狙うなんてできないんだからさ。そうすれば釣れるの、中層でも。大きくないからけど一応ネットには入れようか。よいしょよいしょ。今まさに中層ちょい下ぐらいほんと中層ちょい下ぐらい。うん、中層まではいかないけどボトムから多分ね6メーターぐらいは上がってる。うん、まあ多分ずっと追っかけてきてたんだろうね。だいたいフルキャストして225からだから中層上げてきて、ちょっと喋りながらだったから適当になっちゃったんだけどさ。うん、多分今中層ちょい下ぐらいだと思うんだよね、ノーザンシー。ただね、ラインが S スペックだから浮き軌道にできるじゃん。だから釣りやすいんだと思う。ごめんね、ちょっとちっちゃいけどちょっと嬉しいなこれは。よいしょ、この感じか。よいしょ、ノーザンシュリップ。はいはい、じゃあはい、ありがとう。はい、お疲れ様でした2日間の感想。厳しかったね。厳しかったとしか言いようがないけどね、まあ大きくはないけど自分の思った通りな釣りが展開できたし、まあ大きくないけど魚は取れてるんで納得、まあ半分ぐらい納得かな。ただね、ラインとそのタックル全てに助けられた2日間かなと思います。いろんな釣りの展開をしてったんだけど、まあプラグであったり、プラグも大きいプラグ、ちっちゃいプラグで、まあボトム系のスタンダードスプーン、スライドスプーンで、スライドスプーンでもやっぱりそのラインに浮力を生かした釣り、まあ距離を生かした釣りっていろいろな展開ができると思うのね。で一つのそのタックルにこだわらないで、やっぱいろんなタックル、自分の好みっつってもこういう好みだからダメっていうわけでもないけど、この湖に合ったタックルセッティングっていうのが今後スタンダードになっていくことが嬉しいかな、僕は。一つじゃなく二つじゃなく3つで、例えばその短いそのフィーディングタイム、釣れる試合を逃さないように、そのいろいろなセッティングで魚に近づけていったらいいかなと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとう。いやー、大きい取れなくてごめんね。1本目が一番良かったかな。ちっちゃかったけど、全部ちっちゃかったけど、あれ俺すごい、だから本当だからラインのなんつうの宣伝にはなると思う。あんな遠くでかけたの久々。ただ本当あれないんじゃなかったら取れないと思う。8では取れないと思う、多分。まあタックルがバリバリ機能してくれたから取れて1本だと俺は思う。最高。